これでわかるアメデオ・クレメンテ・モジリアーニ、イタリアの画家彫刻家、主にパリで制作活動をしていました。細長い顔、瞳のないアーモンド型の目、うつろな表情が特徴です。一目でモジリアーニの絵だってわかりますよね。瞳がないことによって人物の個性や感情が削ぎ落とされ、普遍的な精神の存在感を見せたり、美と調和に満ちたフォルムが完成され、見ていると不思議と引き込まれていきます。呪われた画家と言われたように、彼の人生はどんどん破滅的なものになっていきました。最初は軽やかでおしゃれで自信もあり、出会う人々を魅了していくような人だったのですが、いつしかアルコールやマリファナ、コカイン、アヘンなどの薬物の常用で身を滅ぼしていきます。さて、そんなモジリアーニの波乱に満ちた生涯を覗いてみましょう。1884年、イタリアの港町リボルノに生まれるユダヤ系イタリア人。モジリアーニが生まれた年、父が事業に失敗しましたが、母が教育ビジネスをして生計を立てていました。モジリアーニは体が弱かったため学校に通わず、母から勉強を教わりました。17歳の時、故郷リボルノを離れ、フィレンツェのラタイ美術学校に入学。2年後、ベネツィアの美術学校に入学。ここで初めてマリファナを経験。カフェでニーチェの哲学を論じ、商館でマリファナを吸いながら娼婦たちのデッサンをしたりして、自由奔放なボヘミアンのような生活を送っていました。22歳の時、肖像画家を目指してパリに移住。アカデミー・コラロッシに入学。モンマルトルにアトリエを借り活動を始めました。ここでピカソらと出会います。ピカソはモジリアーニをこんな風に言っています。パリでドレスアップの仕方を心得ているのはモジリアーニだけだ。きっとピカソもモジリアーニに魅了されていたのでしょう。ただ、モジリアーニが一番親しかったのはユトリロのようです。心から許し合える友人はユトリロだけであったと言っています。23歳の時、サロン・ドートンヌに出品。この時、ポール・セザンヌの絵に衝撃を受けます。翌年、アンデパンダン展に出品。こちらは無審査で誰でも出品できる展覧会です。1909年、モンパルナスに拠点を移す。ここでルーマニア出身の彫刻家、コンスタンチン・ブランクー氏と出会い、1年間師事する。この頃から彼は彫刻に没頭し、アフリカ、オセアニア、アジア、中央ヨーロッパなどの民族美術に影響を受けた彫刻作品をたくさん作ります。1912年、サロン・ドートーヌに彫刻7点を出品。1913年、29歳の時、英国人ジャーナリストベアトリス・ヘイスティングスと3年間ほど交際します。この頃からアルコールやドラッグの量が増えていきます。理由は、絵の感性の助けになるためなのか、生活の苦しさを紛らわせるためなのか、結核の苦しみを忘れるためなのかは分かっていません。ただ結核は当時は死に至る病だったため、何かで紛らわせたくなるくらい恐怖だったのかもしれません。大好きだった彫刻ですが、費用と体力の面で負担となり、続けることが困難になります。1914年、著名な画商ポール・ギヨームと出会い、彼や友人らの勧めもあり、絵画に専念し始めます。ですが、面長の顔やアーモンド型の目は絵画の方にも引き継がれました。1916年、若き画商レオポルド・ズブロフスキーと専属契約を結び、絵をすべて引き取る代わりに画材などを提供してもらっていました。1917年、美大生だったジャンヌ・エピュテルヌと知り合い交際します。モジリアーニは33歳、ジャンヌは19歳でした。ジャンヌは物静かで控えめ、色が白くココナッツちゃんと呼ばれていました。もともと日本人画家藤田嗣治のモデルをしていましたが、ジャンヌ自身も画家であり、とても素敵な絵を残しています。その中でもこのモジリアーニの肖像画、彼のおしゃれで粋な感じを出しながら内面の繊細さも描いているように見えて愛情を感じます。ジャンヌは厳格なカトリックの家の生まれ、モジリアーニはユダヤ人、親の反対を押し切り交際をしていました。モジリアーニは彼女の絵をいっぱい描いています。ジャンヌの写真はとても目力のある感じですが、モジリアーニの瞳のない絵によって違った感じに描かれています。瞳があるバージョンはこちら。
個人的には瞳がないちょっと謎めいた感じの方に惹かれます。同年ベルトウェイル画廊で初めての個展を開きますが、あっと言わせようとラフを描いた作品を画廊のショーウィンドウにずらりと並べると、風紀を乱すとして警察から撤去の警告を受けてしまいます。オープニング間もなくして打ち切り。それからどんどんやけになっていってお酒の量も増えていきます。破天荒な行動は個展だけではなく、酔っ払うと裸になってしまったり、カフェにいるお客の似顔絵を描いて半ば無理やり売りつけて酒代にし、夜の街を徘徊していたり、それを身重のジャンヌが探し回ることが何度もあったそうです。ジャンヌは家族からモジリアーニとの交際を反対されながらも彼を愛し尽くしていました。まあ親御さんとしては宗教の違いがなくても、娘の相手がアル中で薬物依存だったら反対しますよね。1918年、娘が生まれます。母と同じジャンヌと名付けられました。1919年頃からようやく画家として評価され始めたものの、それから1年も経たないうちに結核性髄膜炎により39歳でこの世を去る。その2日後、ジャンヌはアパートから身を投げました。9ヶ月になる2人目の子供がお腹にいました。ジャンヌの家族は自殺の原因であるモジリアーニを非難し、彼女をモジリアーニとは別の場所に埋葬しました。ですが10年経って家族がジャンヌの気持ちを考え、彼女の遺体をモジリアーニと一緒に埋葬し直しました。ちなみに2人の最初の娘はモジリアーニのお姉さんが育てたそうです。こちらの絵をご覧ください。ジャンヌのお腹に子供がいる時の絵です。顔はほっそりしていますが、体のラインはちゃんと妊婦さんらしくふんわりしています。暖色系でまとめられたこの絵は、子供ができたことにより温かい気持ちになり、精神的に安心して幸せな時間を実感しているような印象を受けます。モジリアーニの絵は本人の激しい人生と対照的に静かな時間が流れているようで、ふと立ち止まってぼんやりした気持ちで見ていたくなります。では最後にモジリアーニの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。